はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、なぜ現状で平面的な寸法だけを取ってしまうのかという現状時によくやってしまう失敗を共有したいと思います。先日ですね、事務所でデザインをしていてスケッチ書いたり、CG パースで検討しようと思っていたんですよね。で、平面図を CAD で書いて、さあパースを書こうって思った時に、既存の窓の高さが分からず書けなかったんです。 CG を立ち上げられなかったんですよね。で、かといってここでストップさせるわけにはいかないので、現場写真を見ながら天井高さとの割合とかで、3D データを数値を想定してですね、入力していきました。実はこの作業結構時間かかるんですよね。写真見ては 3D モデルに入力しての繰り返しで、梁の高さにしてもドアの高さにしても床の高さにしても天井高さにしても、至るところの高さの寸法がないとそもそも CG パースってできないんですよなんでこんなことが起きたのかということをちょっと考えてみようかなと思って、現状の時に、すぐ必要なのはプランニングなんですよ。お客さんやっぱプランが欲しいので、要するに平面図を描くという作業が待ち構えているんですね、すぐ直近に。で、平面図ができるとお客様との会話、クライアントの会話が進められるし、見積もりもしやすくなってくるわけですよね。で、この平面図を描く作業を想定しながら現状に行くと、平面的な寸法ばかりを取ってしまうという、結果が、見えてくると。しかしその後にですね、クライアントからイメージが見たい、イメージ湧かないんでね、パース欲しいとオーナーに言われると、 CG パースという立体的な作業がすぐに発生するんですよね。そこで初めて高さ方向の情報が必要になってくるってことなんです。実際に平面と高さ方向の寸法があって初めて空間ってできますよね。これ本当に当たり前なんですけれども、プランニングをするというとどうしても平面的な寸法ばかりに目がいってしまうもんなんですよね。プランニングをしている最中も頭の中では空間を立体的に想像しながら書かなくてはいけないはずなんですよね。この癖をつけないとまずはいけないかなと思います。自分に言い聞かせてますけどね。なので現状するときは必ず高さ寸法もちゃんと取ってきてください。これ基本中の基本なんですけどね。で、その測り方のポイントをお話ししますね。少しだけ。まずは天井高さ測りましょう。部屋が区画されているときは同じようなね、天井高さに見えたとしても必ず各部屋測った方がいいです。これって壁と天井どちらが先に作ったかによって変わる可能性があったりするんですよ。天井を先に作っていれば天井高さ自体は変わらないかもしれませんし、壁を先に作っていれば天井高さが変わってきちゃうかもしれないんですよね。で、あとは梁の位置と高さを測ります。次に床の高さ、これを測らないと入り口の床のレベルをプラスマイナス0として、そこから他の高さがいくつ上がっていたりいくつ下がっていたりっていうのを記入しておくと分かりやすいです。これによって配管が入ってるのかなとか何かあるんじゃないかなと想定することができるわけです。
それからですね、開口部の高さを測っていこうと。窓であれば床から窓の下までと窓自体の高さを測っておけば問題ないです。その時にちょっと注意したいのは、枠の外側の寸法なのか内側の寸法なのか、全ての窓共通で測っておいた方が、後見た時に間違いづらいと思います。もちろん枠の寸法も測っておいてください。で、次ですね、設備の高さも測っておきましょう。例えばグリストラップがすでにあれば、その設置の高さとか排水勾配の設計するときに、必要になるんで、エアコンが設置されていればその設置の高さを測っておきましょう。消防設備の設置高さは基準がありますので、その範囲で設置すれば問題ないと思います。一応測っておきましょう。もし既存利用する内装とか、それは今現状の高さを測っておく必要性はあると思います。カウンターの高さとかですね。だいたいこんなところで大枠はつかめてくると思うんです。これでやっと CG パースが書けるわけです。CG パースを書くためって言うとちょっと変なんですけど、立体的に空間を把握しておきましょうねということです。今日はなぜ現状で平面的な寸法だけを取ってしまうのかというテーマでしたが、作業ベースで必要な寸法だけを取っちゃうと後々大変だから、平面寸法も高さ寸法も両方測っておいた方が良いよというお話でした。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日の話で疑問に思ったり、実際やり方を知りたい方は一度覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。